はいどうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトヨです。本日は、僕が普段使っている器具のご紹介をしたいと思います。この器具を使ったからといって美味しくできるとかいうのではなくて、多少影響はあります。味のその変化というかありますけども、これを使わないと美味しくならないよとかいうのではなくて、僕が買って使ってみた感想であったりとか、ちょっとマニアックな話というか、話していけたらいいなと思ってます。はい、それでは早速説明に行きたいと思います。それではまずドリッパーについてお話ししたいと思います。僕はいつも使っているのはハリオのドリッパー V60 というドリッパーを使っております。比較的安くて手に入りやすいので使っている人が多いとは思います。いろんな意味で使いやすいというか、視聴者さんももしかしたら使ってるかもしれないし、もし買うのであればお買い求めやすいと思います。ぜひ試してみてください。やってみてください。で、ここからはちょっとマニアックな話になるんですけども、ドリッパーのこの材質、実はいろいろありまして、プラスチックであったりとか、セラミック、陶器ですね。だったりとか、ガラスのものがあります。どれが一番いいとかいうのは特にないと思ってます。それぞれ良さがありますので、ちょっとそれを説明すると、プラスチックに関しては一番安いですよね。そのプラスチックなんで安いです。で、壊れない。なかなか壊れない。落としても壊れないし、気兼ねなく使えると思います。なので僕も、出先、出張とか、出先で持っていくのはプラスチックのドリッパーを持ってってます。で、陶器なんですけども、セラミックは、保温性が高い。やっぱりコーヒーって温度との関係がものすごい密接な関係があるので、温度の影響っていうのはすごい強いんですよ。その保温性が高いので、注いだお湯が冷めにくいっていう性質があります。なので、一番初めに入れた時の温度と、後の温度っていうのが比較的変わらないっていう感じの、メリットがあります。で、ガラスなんですけども、質感があって高級感があるというか、なのでカフェでよく使われているのを見るとは思うんですけども、ただ一番壊れやすいと思ってます。はい。で、意外とそのガラスって冷めやすいので、冬だとお湯の温度が下がってしまいがちなので、それはコーヒーの出方に影響するので、初心者というか、一番初めにガラスから入るっていうよりかは、そうですね、プラスチックでいいんじゃないかなと僕は思ってます。さらに詳しく説明をすると、実はサイズがありまして、この V60 でも01と002というのがあって、だいたいこれが1から2人前2杯分で、こちらが3から4杯分って記載されてますね。僕の分け方としては、ほとんどこっち使ってるんですよ。僕一人しか飲まない時が多いんで、基本的には1杯ずつ丹精を込めてお出ししたいと思ってますんで、15から20グラムぐらいのコーヒー豆はこれを使ってます。で、25以上になるとこっちの2のやつを使ってますね。で、こういうところは大きさ一緒です。はい。ほぼ一緒かな。こっちとこっちが01タイプですね。で、さらにちょっとマニアックな話になるんですけども、この螺旋状の溝っていうのかね、突起物。これがその V60 の特徴なんですけども、実はコーヒーってこの段差の隙間から出てきて下に流れてるんですよ。はい。これが溝なんですけども、わかりますかね？この溝の突起の、この隙間から出てるんですよ。なので、例えばこの山っていうか、この突起が低いとかだったら出が悪いんですよね。プラスチックの場合、作る過程が形がなりやすいというか、この突起は形状が出やすいんですけども、陶器って実はこの形状が出にくい場合があるというか、作り方によってはなだらかになってる場合があるので、そういった時はそういったのはちょっと注意してもらいたいかなって思ってます。この突起が低いとコーヒーの出に影響しますって感じですね。なので、そういったのを含めてプラスチックで十分なんじゃないかなと僕は思ってます。はい、続いてはスケール。
はかりですね。コーヒーのはかり、一般のそのキッチン用のはかりと何が違うのかというと、この重さ以外にタイマーがついてるんですよ。で、このタイマー何をするかと言いますと、自動になってるのと自動になってないやつあるんですけども、おすすめなのは自動になってるタイプで、水を入れ始めるとタイマーがスタートします。なので、お湯を入れた瞬間からタイマーを開始することができるので、例えば入れるときに、よいしょ、あーって押さなくても、このお湯を注ぐのに集中ができるという風なメリットがあります。なので、買うんであれば自動モードがあるタイプがいいのではないかなと思っています。はい。あと、このピー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 いうのがうるさいと思う方は、マナーモードというか、音が消えるタイプももちろんあるので、それをお買い求めいただけたらと思います。もちろんこれなくても、普通のはかりでもいいんですけども、あったら幅が広がるというか、よりその自分のコーヒー、自分の入れるコーヒーが毎回同じ再現性があるというか、時間とグラム数が分かるので、今日のが美味しかった、でも昨日のは美味しくなかったみたいな、こういうばらつきがなくなるんじゃないかなとは思います。こういうの揃えてると。はい、続いては電動式のコーヒーグラインダーですね。手で引くのも風情があっていいんですけども、やっぱり毎日だとちょっと大変というか楽したいですよね。なので電動のものを買おうと思ってたんですけども、これはコーヒーの友達におすすめされて、買いました。ちょっとシール貼ってるんですけども、何がいいかというと、エスプレッソからドリップコーヒーの粗さまでこの1台で対応ができる、粗さの調整が、幅広い粗さの調整ができるっていうのがメリットです。で、デメリットを言うのであれば、ちょっと遅いかな。豆が引き始めから引き終わるまでがちょっと若干遅く感じる時があるというぐらいですかね。では実際にどのぐらい粗さが違うのかっていうのを見ていきたいと思います。ここで調整します。このレバーで調整してるんですけども、ここドリップですよと、ここがエスプレッソですよってシール貼ってます。誰が使っても分かるように、ただ適当に一番細かい状態でいきます。はい、よいしょ。はい、いきます。そうそう。これもちょっとデメリットというか、ちょっと何とかしてほしいんですけど、ちょっと残っちゃうんですよね、ほら。なので、ポンポンって叩いてあげないと全部落ちてこないみたいなのがあります。こんな感じで。これぐらいですね。はい、次に、じゃあ一番粗い状態のやつもやってみようかな。ポチッとな。めっちゃ出る。はい、こんなにも差があるというか、もうパウダー状になってます、これは。で、これは、ちょっと微粉がありますけども、これぐらいですね。そこそこ粗い。はい。それで、ちょっとマニアックなまた話になるんですけども、グラインダーの良し悪しってどうやって決めるというか分かるのというふうに思う方もいないかもしれないし、いるかもしれないんで、説明をすると、コーヒーをひいた時のこの粗さができるだけ均一の方がいいグラインダーになるんですね。このエスプレッソのやつとちょっと全然わかんないと思うんですけども、一番粗いやつは、水出しコーヒーとかで粗めに引くことがあるんですけども、この状態でコーヒーの粉の粗さができるだけ均一な方が良いです。極力その粗さっていうのは統一した方がいい、コーヒーの出に影響しないんですけども、それがものすごい影響するかって言われると、ちょっとクエスチョンというか、人によって感じ方も違うんで、
一概には言えないんですけども、理論上は違いはあります。ただコーヒー豆の種類によっての味の差の方が大きいと思っているというふうにですね、僕は思ってます。で、コーヒーの出方になぜ影響するかというと、コーヒーってコーヒーの粉、コーヒーの粉の、粒ですね。粒の中に水が、お湯が浸透していって中の成分を出してくれるんですね。なので大きい方が遅い、中に入っていくのも出るのも遅いですよね。で、ちっちゃい方が入っていって出るのが早いので、その小さい部分が美味しい味が出てきてるよって時に、大きいのはまだ入ってる途中であったりとか、小さい粒が美味しいのも出終わって、あとは雑味成分というか嫌な味が出るよって時に、ようやく大きい粒が美味しいのが出てきてるみたいな感じの雰囲気です。なのでばらついているよりかはちょっとまとまった方がいいのはいいです。で、じゃあそんなに良くないというか、そんなこと言われたらコーヒーの出方が違うのであれば、味の出方が違うのであれば、じゃあこの細かいやつを取りたいってなった時にいいのがこいつですね。この微粉をこしてくれるこし器ですね。こういった3点セットになってまして、蓋とざる、こし器と、本体ですね。では先ほどの粗く砕いた豆を入れていっていますね。それでこれをフリフリ、豆をひくときってどうしても砕くようなイメージなので、砕いた時に微粉っていうのはどうしても出てくるんですよ。なのでそれをいかに抑えるかっていうのが、グラインダーの良し悪しなんですけども、じゃあ出てきてしまった微粉をじゃあどうすればいいかっていうので、こいつの出番ですね。こいつの中でフリフリしてあげると、はい、こっちが粗いやつだけね。で、細かい微粉はこっちに分けることができます。はい、これが粗いやつだけですね。で、こっちが微粉です。ほぼほぼエスプレッソの粉と同じようなぐらいな細かさですね。はい、続いては紙フィルターについて少しお話しします。紙フィルターはこのドリッパーの形状に合ったものを使用してください。ほぼ三角形、円錐型のものか、台形型、ここの下がちょっと平らになってるようなやつがあるんで、台形型か円錐型ですね。で、実はこのフィルターも色が白と茶色っていうのがあるじゃないですか。僕は白い方を好んで使います。漂白されているのと無漂白のものなんですけども、漂白されてないものの茶色いやつは紙の匂いがちょっと強めかなと思うので、僕は白いのを好んで使います。で、少し細かな話になるんですけども、この紙フィルターにも実はまたさらに分けられてて、深い用とか浅い利用とか書いてあるんですけども、何が違うかというと、このフィルターの目の粗さですね。目の粗さが違うと何が起こるかというと、目が細かいものは通りが悪いので、しっかりと味を出してくれる。で、目が粗いものはスーッと通り抜けるので、味の出方が少し変わってくるのです。で、それは深入りと浅入りによって、使い分けることができるんですね。浅入りの方がしっかりと味出したくて、深入りのが味が出やすいので、さっと通るような形にはなりますけども、そこまでこだわるのはもうちょっと後というか、こだわったコーヒーを入れたい時まで取っといて大丈夫だと思います。で、先ほど言ってたこの微粉もこのフィルターに詰まりやすいので、この微粉が多いと詰まって出が悪くなります。なので出が悪くなるイコール後の方から出てくる、嫌な味、バッドな味がより出やすくなってしまうので、グラインダーの微粉には気をつけましょうって言ってるのはそういったのが理由ですね。はい、続いてはですね、ドリップケトルです。これはそうですね、お湯を入れるものなんですけども、ネットで
売ってたのを見て、一目惚れをして、これいいじゃんと思って、このマットなブルーで木の感じも良くて素晴らしいものだと思って買ったんですよ。で、意外と良くて、思った以上に優れものでした、これ。なぜかというと、このお湯の出方が素晴らしいんですよ。この形状が。見てわかるかわかんないですけど、ここの形状ですね。この形状が、ちょっと斜めというか、斜め、になってると、ちょっと傾けただけで、わかりますかね。ここの真ん中に継ごうと思ったのが、こっちの方に行ってしまうというか。ですよ。で、それが下を向いていることによって、入れるとき、強くしても弱くしても、常に真ん中に注ぐことができる。めちゃめちゃ優れものです。はい、続いて、これも最近買いました。これは豆を保管する容器なんですけども、豆を保管するのに気をつけなければいけないことが実はいくつかあって、何から遠ざけるかというと、空気で太陽光で、湿気。あとは、その他の香りから遠ざけたいわけですよ。で、これの素晴らしいところは、まず太陽光から防げる色というか、黒ですよね。で、空気。これ上のこのダイヤルを回すと、エアー抜きをしてくれるんですよ。このボタンを押したら、空気が入って開きやすくなります。ね。なので、これは結構僕は、重宝してますね。豆の保管についてマニアックな話をします。豆の保管で太陽光がなぜ良くないのかというのは、紫外線ですね。豆が紫外線に当たってしまうと、その劣化が進んでしまうっていうのがあって、紫外線から話しますよねっていうのと、あと空気は酸素ですね。酸素っていうのは酸化が進みやすいので、コーヒーの味に影響してしまう。で、酸化イコール酸っぱくなるのではないんですけども、結果的に酸っぱくなることもあります。あとは湿気も良くないんですよね。コーヒー豆って焙煎、火を入れてるわけじゃないですか。なので中の水分が出てるわけですよ。だから豆の中の水分って2から 3% ぐらいしかないので、周りに湿気があると水分が入りやすいですよね。で、周りのものの水分を吸ってしまうとコーヒーの味が変わりますということです。はい。あとは温度先ほど言ってないんですけども、温度が高いと劣化が進みやすいので、温度の低いところで保管しましょうというこの 4つですね。なのでコーヒーを買った時によく中にがアルミパウチというかアルミのその素材になっているのは太陽光から守っているっていうのとか、あと、酸素が入りにくい材質であったりとか、空気が入りにくい材質ですね。そういったのが考慮されて、ああいう形になっています。はい、それではまとめに行きたいと思います。まとめ、そうですね。今日は僕の使っている器具をいろいろ紹介しました。この器具を使わないと美味しくできないよとかいうのではなくて、ただ僕の感想というか、使ってみた感想などを説明しました。なので、参考にしてもらったらいいかなと思います。で、選ぶ時の参考になればいいかなと思ってますので、皆さんも好きなコーヒー器具をぜひ買ってください。もしこの動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただきますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。